皆さん、こんにちは、トレビです。ポケモンカードの楽しみ方といえば、バトルですよね。ポケカバトルでは、戦いに勝利するために、強いカードを使用し、勝利するためのデッキを組みます。しかし、ポケモンカードの中には強すぎるあまり、大会で使用禁止になったカードが存在しています。今回は、そんな過去に大会で使用禁止になったことのあるポケモンカードを5枚紹介します。アーケオス。お互いのポケモンの進化をできなくする。2011年に発売された拡張パックレッドコレクションにて収録されたアーケオス。ポップ風に描かれたその愛くるしい見た目とは裏腹に、実はとても強力な効果を有しています。特性の原子の力は、お互いのポケモンを進化不能にさせる能力を持ちます。ご存知の通り、ポケモンカードは進化することによって、さらに強力なカードを場に出すことができます。しかし、このアーケオスが場に存在する限り、進化ポケモンを出すことができません。自身も進化ができなくなりますが、デッキに種ポケモンを多く採用すれば済みます。一方で、相手は進化ポケモンをメインに戦うデッキであればなすすべがありません。そのため、ポケカバトルにおいて、常にアーケオスの存在を気にしながらバトルを、もっと言えば、デッキ構築を進めなければならない状況になってしまいます。そうしたこともあり、全プレイヤーが好きなデッキを構築することを不能にしたアーケオスは、残念ながら大会で使用禁止の通達が出されました。フラダリの奥の手、LO ライブラリーアウトを完全シャットアウト。2014年に発売されたファントムゲートにて登場したフラダリの奥の手。その効果は、お互いのトラッシュにあるカードを再び山札に戻すというものです。一見、そこまで大きな力ではないかと思いますが、実はこの効果により、LO ライブラリーアウトの戦術が完全に封鎖されてしまいます。LO とは山札のカードが全てなくなった状態のことを指し、LO の状態となったプレイヤーは、その時点でバトルの敗北が決定します。そのため、この LO を目的に戦うデッキを採用するプレイヤーも数多く存在します。大会でも稀に目にするこの戦法ですが、フラダリの奥の手の存在により、トラッシュから山札が保管されていき、LO を実現が不可能になってしまいます。ポケカのルールすら超越する効果を認識され、大会では禁止の処分とされました。巨大植物の森。ダーテングの特性巨大な内綿のコンビネーションが原因。2015年に発売されたバンデットリングにて登場したスタジアムカード。スタジアムカードとは、場に存在する限り半永久的に効果を発揮し続けるカードのことを言います。巨大植物の森、効果はお互いの草タイプのポケモンが場に出た瞬間から進化することができるというもの。通常、場に出したそのターンに出したポケモンを進化させることはできません。しかし、この巨大植物の森はそれを可能にしてしまいます。実のところ、巨大植物の森単体では禁止級の扱いとはなりません。しかし、ダーテングの存在が巨大植物の森を禁止カードへとさせてしまいました。ダーテングの特性、巨大な内輪は、コインを投げて表であれば相手のポケモンを山札に戻す効果を持っています。つまり、巨大な内輪と巨大植物の森のコンビネーションにより、バトル開始1ターン目から相手ポケモンを退場させることができてしまいます。ポケモンカードのルールの一つに、場にポケモンがいなくなれば敗北となるというものが存在します。まだ盤面が整っていない1ターン目であれば、場に立った1匹しかポケモンがいない状況が多く見受けられます。そんな中で、巨大植物の森とダーテングがいれば、開始1ターン目で相手のポケモンを完全に場外へと追いやり、バトルに勝利することができてしまいます。まともな勝負にならないケースも目立ち、巨大植物の森は大会使用禁止カードとなりました。ジュジュベ&ハチクマン。LO を大きく加速させる、影の暗躍者。2019年に発売された大人気バッグ、タッグオールスターズにて登場したタッグチームカードの一種。このカードの効果は、お互いの山札を上から3枚トラッシュするというもの。追加効果もあります。単純な効果に見えますが、実はこれが先ほど紹介した LO を異常に強化させてしまう能力なのです。フラダリの奥の手は LO を完全封鎖するものでしたが、ジュジュベ&ハチクマンは山札を3枚トラッシュすることで LO の難易度をガクッと下げてしまいます。これにより、それまで多くは目にしなかった LO 戦法が大流行し、本来のような大会運営が困難となりました。
その結果、残念ながら大会では使用禁止とされてしまったのです。アンノーン、ダメージ。ポケカのルールを根底から覆す。2018年に発売された拡張パック、超絶インパクトにて登場したアンノーン。このカードは、ポケカの長い歴史の中で最も異端児と呼べるカードであり、その異端さから、大会での使用が禁止されました。ポケモンカードバトルの勝利条件は、サイドを6枚選手する。相手の場からポケモンがいなくなる。相手が LO の状態になる。の3つです。ポケモンカードは、これら3つの条件を達成しようと各プレイヤーが奔走するゲームなのですが、これら3つの条件を完全に無視して勝利してしまうことを可能にしたのが、このアンノーン、ダメージなのです。特性のダメージは、自分のベンチポケモンに乗っているダメカンの数が66個以上になった時点で、バトルの勝者となる効果を持っています。ダメカン66個は660ダメージに換算できます。660ダメージがベンチポケモンに乗っている状況は、そう見られるものではありませんが、他のカードの効果を用いて能動的に実現することもでき、大会使用禁止となりました。邪道とも形容できる手法で勝利を手にすることができるため、仕方のないことかもしれません。また、他にも自分の手札が35枚以上になれば、バトルの勝利となる効果を持つアンノーン、ハンドも、同様の理由で大会禁止カードにされています。以上、強すぎるあまり、大会で使用禁止になったカード5枚でした。